神の炎に焼かれ空が赤く染め上げられる。その可能性はまだついえていないってこと。私たちを殺す気できて。そうしないと団長たちが命を落とすことになる。よし、私は絶対に折れない。行くぞベアトリックス、稲妻よ走れ。行くぜ行くぜ行くぜ。私も召喚でサポートします。すげえな、これが召喚の力か。大いなる破局をもたらし打ち滅ぼせ。闘争の果てに至る門、間もなく開かれる。証明しよう。空の民の力と獣のあがきでこの世界は救えるのだと。今の俺を見て神様を満足しているか。皆様こんにちは。グランブルーファンタジーシリーズクリエイティブディレクターの福原哲也です。2024年に 3D アクション RPG として発売したグランブルーファンタジーリリンクはおかげさまで世界累計販売本数200万本を突破いたしました。たくさんの方にプレイしていただくことができ、開発チーム一同嬉しく思っています。ありがとうございます。この度そのリリンクにさまざまな追加要素が加わり大きく進化したグランブルーファンタジーリリンクエンドレスラグナロクの発売が決定いたしました。新たな物語、そしてさらに進化したバトルなどシングルプレイ、マルチプレイの両方でリリンクの世界をさらに深く楽しんでいただける内容になっています。前作のおさらいと本作の新たな要素をご紹介する映像をご用意していますので、ぜひ最後までご覧ください。大地が雲海を漂う神に見捨てられし空の世界。伝説の地イスタルシアを目指し旅する者たち、主人公率いる気空団の冒険が空の世界の一角ゼーガグランデ空域で描かれる。大いなる力で島々を守護する青鳥獣との開口。空域中で暗躍するアビア教団の脅威。空の世界全体を巻き込む破壊の神の降臨。災いは空に生きる者たちの絆を確かなものとし、ゼーガグランデ空域の混沌は打ち払われた。しかし安寧は続かない。運命の歯車が乱れる。闇より終末の獣が顔を覗かせ、空の断りを食らおうとしている。空の世界を巡る冒険は終わりなき戦いへ突入する。ここからはゲームの基本内容をご紹介します。本作は空の島々を巡るアクション RPG となっており、4人のキャラクターでパーティーを組んで戦います。最大の特徴が仲間との連携バトル。全てのキャラクターが個性的なバトルスタイルを持ち、操作キャラクターごとに全く異なるバトルアクションが体験できるほか、リンクアタック、チェインバーストなど爽快感抜群の華麗な連携攻撃を楽しむことができるようになっています。ストーリーの進行に沿って挑戦できるようになるクエストは160以上。個性豊かなボスバトルはもちろん、多数の敵を相手にするものや護衛ミッションなどさまざまなバリエーションが存在します。また全てのクエストは最大4人でのオンライン協力プレイに対応。カジュアルに楽しめるものからエンドコンテンツまで幅広いコンテンツを遊ぶことができます。冒険と戦いをさらに深く楽しめる豊富なやり込み要素も多数存在します。自由度の高いキャラクターカスタマイズやサイドクエスト、収集要素など、そのいずれもがエンドレスラグナロクでさらに充実しています。それでは本作エンドレスラグナロクで登場する新要素についてご紹介します。星の民リリスの謀略がくじかれ、
安寧を取り戻したゼーガグランデ空域の季節が移り変わった頃、物語は再び動き出します。ある異変を察知し行動を起こしたのは、全空最強の気空団と謳われる10天衆のシエテとソーン。やあやあ団長ちゃん。前作では特別なプレイヤブルキャラクターとして登場し、主人公に力を貸してくれた彼らですが、ゼーガグランデ空域に迫る新たな脅威に立ち向かう決意を問うため、主人公たちに刃を向けます。全空一の剣と弓の使い手である彼らを打ち破り認められることが、エンドレス・ラグナロクでの最初の試練となるでしょう。それじゃあ10天衆の力ってやつを見せてあげるわ。各地に現れた終末の獣ラグナリオン。これまでにゼーガグランデ空域で戦ったどの魔物よりも強い力を持つ新たな脅威として登場します。正体不明の終末の獣はなぜ今現れたのか。エンドレス・ラグナロクで追加された新たな物語の中で、空の世界の秘密とともにその理由が描かれます。そしてグランブルーファンタジー VS シリーズより不滅殺しの翼ベルゼバブが登場。ラグナリオンとは異なる強大な敵として主人公たちの前に姿を現します。ベルゼバブの狙いとは。続報をお待ちください。新難度クエストカオス。気空団連合ラファールと10天衆の連携で発行された極秘クエストが登場。ラグナリオンとの戦いに備えるための新たなキャラクター強化要素も合わせて解放されます。さらなる脅威に立ち向かうための新たな力召喚。聖召獣を従える力を持つルリアが苛烈を極める戦いを召喚の力でサポートします。ストーリーを進めると入手できる召喚石を装備することで、プレイヤー自身が召喚を行えるようになります。召喚を発動すると一定時間召喚したキャラクターを操作して攻撃を行うことが可能。またサポートキャラクターを召喚してステータス効果を得られるものもあります。さらに一定条件を満たすことでチェインバーストと同時にルリアが聖召獣を召喚して攻撃するアセンドチェインという2つの系統の召喚があります。オンラインマルチプレイでは最大4人のプレイヤーでクエストに挑戦することができます。さらに本作では異なるプラットフォーム間でのクロスプレイにも対応。任天堂スイッチ2、プレイステーション5、プレイステーション4、Steam でプラットフォームの垣根を越えて協力プレイをお楽しみいただけるようになりました。その他任天堂スイッチ2同士であればローカル通信での協力プレイも可能です。また本作ではメインストーリーやクエストとは異なる新たなゲームモードが追加されます。混沌の深淵へ誘う異界への扉、極遁空書。極遁空書はエンドレス・ラグナロクで新たに追加されるシングルプレイ専用コンテンツ。ランダムに構成されたステージ踏破型のコンテンツとなっており、極遁空書内で効果を得られる強力なバフ効果を取得しながら異界の奥を目指します。奥へ進むほどパーティーが強化されていくので、クエストとはまた違った遊び心地が楽しめるようになっています。複数の難易度が用意されており、クリアすることでキャラクターの武器を覚醒強化する素材や強力な装備品を手に入れることができます。非常に多くのプレイヤブルキャラクターが登場する本作において、多数のキャラクターの強化をしたいプレイヤーにはうってつけの新要素と言えるでしょう。最後に新たに登場するプレイヤブルキャラクターについてご紹介します。前作では20人以上のプレイヤブルキャラクターが存在しましたが、本作でさらに複数のキャラクターが追加。今回はその中からベアトリクスをご紹介します。封印武器エムブラスクの剣の契約者ベアトリクス。ベアトリクスは剣を使った近接攻撃をメインとし、
強気な性格も相まって猪突猛進に攻めていくバトルスタイルが特徴です。特殊攻撃ボタンでクロックオーデルタの針を操作し、攻撃、防御、回復、それぞれに特化したバフ効果を切り替えることでさまざまな状況に適応しながら戦います。さらにゲージがたまると因果食い状態が発動。一定時間攻撃速度が上昇し、コンボの性能も強化されます。仲間をサポートする能力は控えめですが、逆にサポートを得れば単独で高速コンボを畳みかけ続けられる攻撃特化のキャラクターとなっています。敵の懐に入り突破口を開くような活躍が期待できるでしょう。グランブルーファンタジーリリンクエンドレスラグナロクは任天堂スイッチ2、プレイステーション5、プレイステーション4、スチームにて2026年7月9日に発売。前作を遊んでいただいた方向けにはグランブルーファンタジーリリンクエンドレスラグナロクに有償でアップグレードでき、セーブデータを引き継いで遊べるアップグレードキットもご用意しています。ゲームソフトの通常版に加え多数のゲーム内アイテムを付属したスペシャルエディションも登場。パッケージ版の初回生産分もしくはデジタル版の早期購入者にはゲーム序盤を有利に進められるアイテムが得られる購入特典などもご用意しています。詳細は公式サイトをご確認ください。さらに公式通販サイトサイストアではゲームソフトの通常版に加え豪華オリジナルグッズがセットになった特装版や限定購入特典など各種取り揃えているのでぜひチェックしてみてください。また発売に先駆けマルチプラットフォームでのクロスプレイテストを目的としたクローズドベータテストを3月13日から3月16日まで実施予定です。今回のテストでは本日ご紹介した新キャラクターベアトリクスも使用可能です。彼女のバトルスタイルを一足早くお楽しみいただけます。参加者は抽選でのご案内となり、参加エントリーは本映像配信後から実施します。募集要項などの詳細はエンドレスラグナロク公式サイトをご確認ください。さらに前作グランブルーファンタジーリリンクがプレイステーション、スチームにて新価格で登場中。加えてプレイステーションではプレイステーションプラスのゲームカタログにて配信中で、 PS プラスエクストラプレミアムに加入している方は追加費用なしで遊べます。前作をまだプレイされていない方はこの機会にぜひお楽しみください。いかがだったでしょうか。前作グランブルーファンタジーリリンクは発売前から予定されていた3回のアップデート以降の制作体制を持たない計画でした。しかしありがたいことに発売以降もっと遊びたいという非常に多くの反響をいただくことができ、それにお応えするために本作エンドレスラグナロクの開発が決定しました。リリンクのゲームデザインの構造上、単にキャラクターやクエストが単体で追加されていくだけのアップデートではご満足いただくことが難しい点があると考えていました。ですので本作は超大型拡張としてキャラクター、クエストの追加はもちろん、新たなストーリー、多数の新システムと新ゲームモード、クロスプレイ対応といったあらゆる要素のアップデートを行っています。さらに前作リリンクの部分に対しても多数の追加、変更要素、UI 改修、全体的なゲームバランスの見直し、便利機能の拡張など、本作の開発を機にもう一度リリンクを作り直す思いで我々開発チームができることの全てをつぎ込んでいます。バトルシステムには新難易度カオスで登場する強大な敵への対抗手段として召喚という新システムが追加されました。仲間たちとの連携アクションと合わせアクション RPG のバトルとしてさらに奥深いものに進化しています。本作で登場する新たな仲間についてもご紹介しました。強敵として立ちはだかったアビア参照のガランツァとマギラ・フリラが、そして完全な新キャラクターとしてベアトリクスとユーステスがプレイヤブルキャラクターとして登場します。追加されたストーリーでは
舞台となるゼーガグランデ空域に新たな危機が訪れます。本映像ではご紹介できなかった新たな重要キャラクターも登場します。今回はベアトリックスのみのご紹介となりましたが、他のキャラクターの詳細については続報をお待ちください。多彩なキャラクターとの連携で爽快なバトルを体験できるアクション RPG がさまざまな追加要素で大きく進化した本作。皆様に最高のクオリティでお届けできるよう開発チーム一同全力で開発を行っていますので、発売まで今しばらくお待ちいただけると幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。